皆さんこんにちは。私が見た未来の漫画家さん、たつきりょうさんとお話をしていたら投稿が遅れちゃいました。いやー皆さん、今日は話すことがたくさんありますよ。なんのこっちゃと思ってる人安心してください。ちょっとね、ある事件が起きまして、そのことについて最初ちょっと解説したいと思います。ただ残念ながら、ほんと残念ながら、ちょっと関係者がね、いろいろ関わっているので、具体的な詳細はね、言えないんですけど、僕だけだったらいくらでもさらけ出すんですけどね。なるべくわかりやすいように解説しますね。ちょうど1年前、僕も動画にしたんですけど、1999年に出版された漫画、私が見た未来という漫画が未来を予言しているというお話がありましたよね。表紙に大災害は3月11日と書かれていて、それが驚くことに的中してて、この漫画家さんは予知夢を見ることができて、それが見事に的中してて話題になってるんだよって話。その漫画家さん、たつきりょうさんという方なんですけど、彼女は不思議探偵社という公式ウェブサイトに自分の予知夢などについて投稿していて、Twitter に本人だと名乗る人がいたんですね。なのでもっと予知夢のことについて詳しく知りたい人は、彼女にメールするなり DM するなりリプライするなりしていろいろ取材をして、それで雑誌にするとか、僕とかテレビで話すとか、あるいは本にするなりわからないですけど、僕もちょうど1年前にその本人だと名乗る人にコンタクトを DM で取って詳しい話を聞いて動画にしたんですね。その方は直接会ったりすることはできないって言うんですけど、ネット上でねやり取りできるからいいかと思って、このご時世ですしね、それで取材して動画にしてアップしたら、200万再生ぐらいってすごい広まって、またさらに話題になって、ちょっと今ではね削除しちゃったんですけど、その動画。そして今年に入って、ほんと最近ですよね、具体的な日付はちょっと言えないんですけど、最近になってある関係者から僕に電話が来て、直木さん聞いてください、本物のたつきりょうさんが出現しましたって来て、どういうこと？本物のたつきりょうさん？これ本物のたつきりょうさんが出現した？どういうことって思って、俺は詳しく聞いてみると、たつきりょうさんのお姉さんがこの本の新刊が出るっていうのをどこかで見て、でたつきさんにそのことについて、尋ねてみたら、たつきさんは何も知らないっていうことで自ら問い合わせてきたっていうんですね。おいおい待てよネットに今までね1年以上近くいた、ネットに今までたつきりょうと名乗る人がいたんですけど、その人は偽物で、本物と名乗るたつきりょうさんは確定申告本も持ってるし、生原稿、私が見た未来の生原稿も持っているので、その人が本物だと。なのでネットにいる人物が偽物っていう話になったんですね。それはやばいだろうと思って、これは事件です。僕もネットにいるたつきりょうさんに取材していろんなところにね話しちゃったので、ちょっとこれは事実確認しなきゃと思って、急遽本物だと名乗るたつきりょうさんとお会いすることができたんですけど、結論から言いますと、その方が本物だったんです。なんとネットで活動している方に全員騙されていたんです。僕だけじゃないですよ。取材した方ね、雑誌にした人とか、詳しくは言えないけど、いろいろ関わっていた人がいるので、全員騙されていたんです。公式ウェブサイトがあったって言ったじゃないですか。その公式ウェブサイトも騙されていたそうです。でもすごくないですか？このタイミングで本物のたつきりょうさんが出てくれたというのが、僕もちょっとね本当に申し訳なくて詳しくは言えないですけど、いろんなね奇跡が相まって重なって、シンクロニシティがバンバン働いて、すごい感じで本物の方が出てきてくれたんですけど、そして僕も本物のねたつきりょうさんに会ったら、もう偽物のことなんてどうでもよくなっちゃって、本当にすごいんですよ。本物のたつきりょうさんマジで話がぶっ飛んでてすごいんですよ。彼女予知夢日記っていうものを持っていまして、今までね見た夢のこととかびっしり書いてあるんですね、このぐらいのノートに。もうなんか視界文書みたいな古い紙に、これ本物なんですけど、富士山噴火のねイラストとかちゃんと書かれていて、当時見たもの、その他にも今後起こりうるマジでやばい予知夢なんかも聞かせてくれて、マジでやばいんですよ。マジで言いたい。ここら辺まで出かけてるけど、すいません、ネタバレになっちゃうのでね、新刊が10月に出るので、その時にまた考察動画でっていうことで出したいと思います。今回なんで急遽動画にしたのかというと、8月にね起こるって騒がれている富士山噴火について、彼女なりのね予知夢の解釈を伝えたいということで僕に連絡してきてくれたんですね。なのでね、急遽先週会ってきていろいろ話を聞いてきたので、そのことについて話しますね。まずたつきりょうさんは富士山の夢を3回見ているそうです。この表紙に描いたもの以外も2002年5月と2005年6月11日に夢を見ていて、噴火するのを見たのは最初の
も一度だけだったそうです。その他はセスナで上空から噴火口を見ている夢だったそうです。富士山噴火の夢診断は世界恐慌とかパンデミックの暗喩だと言われることが多いそうなので、本人もどちらかというとそのように解釈していて、あまり噴火するとは思っていないそうなんです。まあね、8月20日にね、噴火するというのは偽物のね、たつきりょうさんが広めたことなので、本人は特別すぐ噴火するとは思っていないと。以上です。今回に関しては以上です。もっとやばい予知夢についてはまた本がね、発売されるタイミングで話したいと思います。マジでやばいので覚悟してください。聞く話によると、ネットではね、今回の件がマーケティング商法だとか、ほんと都市伝説が都市伝説を生んじゃってるんですけど、そんなことは全くなく、全員本当に見事に騙されていたんです。ただ本当奇跡が重なって本物のね、たつきりょうさんが出てきてくれた感じです。はい、今回の件は以上です。これが一応全貌です。話は変わりますけど、最近めちゃくちゃ視聴者さんから来るリクエストがあって、みんなある日ね、目が覚めて誰もいない世界だったらどうしますか？なんか TikTok に2027年にタイムトラベルしてしまった方がいて、誰もいない世界に迷い込んでしまったというんですね。現在600万人もフォロワーがいるスペイン語で最後の生き残りというアカウントで、ある男性が目を覚めたら、彼は病院にいて、周りを見渡すと街中には人一人いなく、電子機器を見ると日付は2027年2月13日だというんです。なんと彼が言うには、世界は2021年の状態だけど、彼自身だけが2027年にタイムトラベルしてしまい、パラレルワールド的な世界を生きているというんです。数日後、彼はたまたま手紙を発見し、読んでみると、そこに書かれていたのは、彼は JESP8827 実験の被験者で、世界は2021年のままだけど、彼は2027年から来た人物で、ここには人も生き物もいない世界だというんです。確かにね、動画を見てみると街中には、誰もいないんですよね。警察署に入ったりもしてるけど、ここも誰もいない。普通ね、こんなにもね、フリーにね、警察署には入れないですよね。ここにも誰もいなかったり、美術館にも入ってみるけど誰もいない。普通美術館だったらね、スタッフとかね、人気のない美術館でもスタッフとかはいるからね、スタジアムにも誰もいない。休みなんじゃね？マドリードのね、街中にも誰もいない。普通だったらたくさん人がいるだろうに、誰一人生き物も全くいない。見なかったことで、この投稿の2日後に鳥を発見しましたという投稿が、生き物も人間もいないって言ってたんですけどね、どういうことこれ。多分ですけど、鳥が映っちゃってるのを間違えてね、投稿しちゃって、それがバレて、それをフォローするためにこう言ったんだと思います。真相はどうなのか、どれほどの方がね、彼の言うことを信じてるのかわからないですけど、こういう映像を撮ろうと思えば、普通に撮れそうですよね。ワンチャンコロナでね、自粛の時に一人で撮影していた可能性もありますし、カメラが左に行ったりね、このように右に行ったり、いろいろね、左右に行ったり、足元を映したりと、動くのは人が映るのを避けているのかもしれないです。あと編集で対象物を消すことは、結構ね、簡単らしいので、こういったものは実はいくらでも作れると。これをね、本当に信じてね、タイムトラベルだと思っている方の夢をね、壊したくはないんですけど、これを知った上でね、アートとして楽しむのもありなんじゃないでしょうかね。こういったね、廃墟のような誰もいなくなった世界みたいなのをね、映像で見るとなんか綺麗っていうか、すげえってなるじゃないですか。そういった楽しみ方もある。最近ちょっとメインチャンネルでは壮大なね、テーマを扱いがちだったので、今日はちょっとね、軽くシンプルに見れる世界のね、ぶっ飛んだ都市伝説を紹介したいと思います。すぐにね、友達に話せるような軽いやつ。人類で最初に宇宙に行った人ってみんな誰か知ってます？ 1961 年、ソ連の宇宙飛行士、ユーリー・ガガーリン。地球は青かったの名言で知られてる人物です。1960年代は、とりあえずね、アメリカとソ連が宇宙進出に向けてどっちが先だみたいな感じで競争が激化していたんですね。1957年にソ連がスプートニック1号を打ち上げたことで火蓋が切られ落とされたんですけど、ほとんどはソ連が史上初を独占していました。先ほどの世界初の人工衛星スプートニック1号、人類初の宇宙進出ユーリー・ガガーリン、女性初の宇宙進出ワレンチナ・テレシコワ。ただ月面着陸を成功させたのはアメリカでしたよね。お互いの文化とね、誇り技術をかけた本当まさに宇宙大航海時代っていう感じだったんですけど、これは表向きの話で、ワレンチナ・テレシコワは女性初の宇宙進出した人物ではなく、彼女よりも前に宇宙へ飛び立ち闇に葬られた女性飛行士がいたのかもしれないんです。1960年代はね、いろんな人が宇宙に関心を示していたので、
で趣味で宇宙をね観察する人もたくさんいて、その中にいたのがイタリアのアマチュア無線家のユディカ・コルディーリア兄弟でした。彼らは趣味で無線の更新を傍受してアメリカとソ連のいろんな衛星とか宇宙船の電波を受信していたんですね。例えば実験で犬を乗せた生物衛星が打ち上げられた時は犬の心臓の音を受信したり、もちろんユーリン・ガガーリンの更新も受信していました。ただそんな中、不可解な更新を受信したことが何度かあったんですね。一つ目は1960年11月28日の出来事だったんですけど、どんどん地球から遠ざかっていく通信を受信して、この音声なんですけど、なんかちょっと人の激しい息遣いのように聞こえますよね。その直後、ソ連が無人の宇宙船が墜落したという報道をしたんです。本当は人が乗っていたのかもしれないけど、無人だと嘘をついたのかも。そして一番不可解なのは1961年5月に受信したものなんですけど、こちらは女性飛行士かと思われる人物がロシア語で助けを求めている音声の記録なんですね。こちらご覧ください。おぞましい叫び声ですよね。ただソ連はこの時にね、宇宙船が墜落したという報道はしていないので、もしかして宇宙進出したけど記録にはない闇に葬られた人物がいたのかもしれません。ただ疑わしいのは、この女性のロシア語は文法がちょっとおかしいなところがあったりするらしく、さすがにね作り物なんじゃないかと。ただソ連が墜落事故を隠蔽しようとしていた歴史も結構あるので、この録音テープ自体が本物じゃなかったとしても、闇に葬られた宇宙進出した人たちはいたのかもしれないです。みんなどう思いますか？ロシア人どう思いますか？これ僕最近 iPad Pro をね購入しまして、ちょっとテンションが上がっちゃって、普段しないようなねお絵描きとかもねしたんですけど、はい、絵心ないです、すいません。ただ意外とこんな誰でも描けそうな絵とかがオークションでとんでもないね値段で落札されてたりしますよね。これが何百円じゃ何百万円とか、これが何億円みたいな絵、さすがにこのレベルは売れねえだろうけど、誰か買ってくれる？例えばこちら、確かにね色使いとか綺麗で、部屋に飾ってたらね、モダンっぽくてそれっぽくてねおしゃれになるかもしれないけど、これみんないくらだと思います？深い青にね白の縦線。こちらの作品2013年に43億円で落札されました。どういうこと？いや、全然、僕はね、アート全然詳しくないので、失礼なことは言いたくないですけど、43億円ですよ、こちらのアート。こちらも、モダンな感じでね、確かに綺麗かもしれないですけど、2012年にオークションで落札されたこちらのお値段は、約75億円。このようにアートにはね、破格の値段がつけられますよね。今まで一番高い値段で落札された絵画は2016年、クリスティーズニューヨークで行われたオークションで、レオナルド・ダ・ヴィンチのサルバドール・ブンディがなんと当時のレートで508億円で落札されました。一点物というのか、レアリティがあるからね、こういった破格な値段がつけられているのかもしれないですけど、実はアート史上別の目的があって使われているのかもしれないです。マネーロンダリング、資金洗浄。資金洗浄というのは薬物取引とか犯罪でね、違法に得た不正資金を合法的に稼いだように汚いお金をきれいにすることです。どういうことかというと、例えば A さんは10億円を所有しているとします。A さんはピカソの絵画を購入し、その絵画はフリーポートという関税のかからない自由港に厳重に保管されます。A さんはその絵画を B さんに売り、正当な方法で手に入れたお金が生まれました。直接その絵画は
は一回も動かしていないフリーポートから買い手の元に渡ると、実際に2017年に行われた手口で美術品発掘グループがイラクやシリアで高価なものをね発掘して、それを仲介人に安く売り、レバノンやトルコに密輸し、最終的にヨーロッパの買い手の元に渡るという、これにはなんちゃらなんちゃらっていうね、みんなも知ってる過激組織が関わっていた事件だったんです。このアートを使ったマネーロンダリングを取り締まるために2010年にメキシコ政府が一品の値段の上限を決めて、購入者の個人情報をもっと開示するようにした結果、なんとその年の市場の売り上げが 70% も下がったそうです。いや、本来の用途で買ってよみんなと、みんな頑張って書いてるんだから、まあ俺は頑張ってないけど、ぶっ飛んだ都市伝説のように見て意外とガチだったアート市場の闇。今日最後の都市伝説は、ある本を読んだら自分がいつの間にか暗殺者になってしまうという、そんな本みんな実在すると思いますか？ 1980年、25歳のマークはハワイでセキュリティガードとして働いていました。彼はある有名アーティストの大ファンで、どうにかね会えないかと考えていたんですね。ただ彼はファンということと同時に怒りの感情も抱いていました。その理由が、メディアには平和や他人のために自分を犠牲にする利他的な精神を歌っているものの、そのアーティスト本人は豪華で華麗な人生を送っているから偽善者じゃないかと思うようになったんですね。夜な夜なそのアーティストの音楽を暗い部屋で一人で裸で聴いて、偽善者めと唱えていたそうです。ちょっと複雑な感情ですよね。好きすぎてその人のことを何でも知ろうとしたり、何でもね求めちゃう感じ。1980年12月6日、マークはニューヨークに旅立ちました。8日の朝、シェラトンホテルに荷物を残したまま外出し、マークは本屋に立ち寄ってある一冊の本を購入しました。そしてそのアーティストが住んでいるというダコタというマンションに向かい、マークはどうにかしてそのアーティストに会えないかと他のファンの方と話したり、マンションのドアマンをしている男性ともね仲良くなったりしたんですけど、そんな感じで交流をしていたら、その有名アーティストがタクシーで帰宅して、タクシーからね自宅のマンションに入るところをマークは見逃しちゃったんですね。ほんとねちょっとお茶目なマークなんですけど、その日の夕方5時頃、そのアーティストと奥さんがマンションから出てきて、いつものルーティンのように出待ちをしているファンを対応し、なんとマークも無事ファンということを伝えて、ダブルファンタジーというアルバムにサインをもらうことができました。そのアーティストはめちゃくちゃ優しくてね紳士的で、ファンサービスもめちゃくちゃ良くて、他になんかないかってマーク尋ねられたので、いや何もないです、もう十分ですって答えたら、そのアーティストはね去っていたそうです。その日の夜、仕事を終えたアーティストがダコタのマンションに帰ってきました。タクシーから降りたアーティストはマンションに向かう途中、先ほどサインを求めてきた熱狂的なファンマークがまだ同じ場にいることに気づきました。その彼とすれ違ったその瞬間、マークはアーティストをめがけ拳銃を5発発砲しました。銃弾は背中を直撃し、アーティストは床に倒れ、その一部始終を目撃していたドアマンは慌てて彼の元へ行き、お前何したのか分かってるのかとマークに問うと、マークは落ち着いた様子で答えました。ジョン・レノンを撃ちましたと。そしてマークは拳銃を床に置き、朝本屋に立ち寄って買った本を手に持ったまま警察に確保されました。場面は変わって1989年、ロバート・バルドは13歳の平和活動家サマンサ・スミスの熱狂的なファンでした。っていうよりかはストーカーをするような歪んだ愛情を抱いていました。しかしサマンサが1985年の飛行機事故で亡くなってしまってからは、バルドの標的は女優のレベッカ・シェイファーに移り変わりました。彼はレベッカに何通も手紙を送ったりする立派なストーカーになってしまいました。そんなことが3年間続き、遠くから見守るのじゃ物足りなくなったバルドはレベッカが住むカリフォルニアに行くことにしました。彼女が撮影をする現場を訪れるものの、2回ともスタッフの方に追い返されてしまいます。当たり前だろう。彼女と接触することを諦めかけていたバルドは、ある日テレビを見ているとレベッカの濡れ場を見てしまいます。それに怒りを覚えた彼は探偵を雇い、レベッカの住所を特定し訪れることにしました。1989年7月18日、レベッカの家の前で彼女と接触することに成功したものの、当然シカトされてしまいます。1時間後、再びレベッカの家を訪れたバルドは家のチャイムを鳴らし、出てきたレベッカを射殺してしまいました。現場から逃走したバルドは所持していたある本を建物の屋根に投げ捨てていました。そして彼は路上を歩いているところを逮捕されました。場面は変わって1976年、ジョディ・フォースターの熱烈なファンであったジョン・ヒックリーはどうにかしてね彼女を振り向かせることができないかと企んでいました。彼女が通うイェール大学に訪問し、接触しようとしてもなかなか相手にしてもらえない。そんな彼が思いついたのは、大きなことをして注目を浴びることでした。
良くも悪くもとりあえず注目されたい。当時大統領だったジミー・カーターの暗殺を試みましたが、武装しているところを警察にあっけなく逮捕されてしまいます。ただそれでも彼は諦めませんでした。1981年にロナルド・レーガンが大統領に就任したことで、ジョンの新たな標的はレーガンになりました。1981年3月30日、レーガンがヒルトンホテルから出てきたところ、ジョンはレーガンに向かって拳銃で6発を発砲しますが、幸い彼は一命を取り留めました。後に警察がジョンの家を捜査したところ、テーブルの上にはある一冊の本が置かれていました。この3つの事件に登場してくる殺人鬼たちが持っていたその本、なんかね、秘められた悪魔の書かなんかと思うじゃないですか。ただこの本は累計6500万部売り上げたベストセラーライ麦畑で捕まえてだったんです。どんな内容の本なのか。 JD サリンジャーによって書かれたこの本は、16歳のホールデンという少年が名門校から放校処分となり、純粋無垢なホールデンが大人の醜い世界に反抗しながら生きる物語になっているんです。話を最初に戻すと、マーク・チャップマンは学生時代にライ麦畑で捕まえてを読んで、主人公のホールデンと自分を重ねていたそうなんですね。汚い大人の世界に対して示す反抗的な少年の心、そんな思いを抱き、彼はジョン・レノンを偽善者だと思い込み犯行に及んだんです。犯行直前にライ麦畑で捕まえてを購入し、本の中にこれが俺の主張だとサインしたんです。そして犯行後に読んでいたのもこちらの本でした。他2つの犯行も犯人が所持したのがライ麦畑で捕まえてでした。これだけではなく、キング牧師の暗殺、ゾディアックキラー、テッド・バンディ、JFK のオズワルドなど有名な暗殺事件にはこの本が関わっていたという都市伝説があるんです。なんでみんなそんなね、ただ本を読んだだけで暗殺者になってしまうのか。本の内容自体はね、ちょっと反抗的なね態度は示しているものの、そこまで過激ではないですよね。ただある一点気になることがありまして、この本の作者 JD サリンジャーは1942年に陸軍に入隊し、有名なノルマンディー上陸作戦にも参加していた方なんですけど、彼はカウンターインテリジェンスという CIA の元となった組織にも参加していたんですね。彼らは捕らえた敵兵を拷問、盗聴、暗殺といったことをしていたんですけど、その中にはナピースも含まれていたので、そこで得られた情報を元にできたのが極秘実験 MP ウルトラ。みんなもうこの実験はご存知ですよね。極秘に行われていた人間の心理とかを扱う人体実験です。サリンジャーはそこで得た技術を元に書いたのがこのライ麦畑で捕まえてで、実験に参加していた人がこの本を読んだら催眠が働いて、ある思想が芽生えて犯行に及んだんじゃないかというのがこの都市伝説なんです。そんなこと可能なの？実験に参加していた人がね、あるなんか特別な動作をしていたらね、トリガーが引かれて犯行に及んじゃうという。ただ冒頭に述べたように、こちらの本は6500万部売り上げた超大ベストセラーなので、誰が持っててもおかしくない本なんですよね。なんならアメリカの学校では強制的にみんな読まされるんですね。なので僕も読みましたし、僕の家にもこの本あります。日本でいう夏目漱石の我が輩は猫であるみたいなもんすかね。ただ確かに彼は諜報機関に属していたので、そういったマインドコントロール技術も知っていたかもしれませんし、戦争で多くの人が亡くなっているのを目撃して心を病んで病院で治療を受けていた事実もあるので、サリンジャーのそういった世の中に対しての反抗的な意志が本には込められているのかもしれません。それに触発されてしまった方々が良くも悪くも行動を起こしてしまったのか、皆さんはどう思いますか？そしてこの本を読んだことありますか？今日は以上になります。すいませんね、ちょっとまとまりのない回で急遽ね、たつきさんの話をね盛り込もうってなったので、ちょっとまとまんなくなっちゃったんですけど、またね、彼女のね未来のねやばい予言は本当ね、本が出版される10月に話したいと思うので、みんなちょっと覚悟していてください。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。